イタリア北部の都市、トリノにある聖骸譜、その雨布には、卓形母のキリストの姿が映し出されているとされる。それはキリストの起こした奇跡の痕跡なのか、あるいは現代科学をもってしても解明できない謎なのか、はたまた写真の技術がなかった時代に撮られたネガ、つまり大パーツなのか、詳しく見ていきたい。イエス、キリストが卓形で死んだ後、その遺体を包んだとされる布、トリノのヨハネ大聖堂に保管されている、縦 4.41 メートル、幅 1.13 メートルの杉谷織の雨布に、身長約180センチメートルの痩せた男性の全身が、ネガ状に転写されているように見え、その男性がイエス、キリスト本人だとされる。人物像は絵筆等で描かれた形跡はなく、また着色ではなく、酸化や脱水による布の繊維の変色によって定着したものとされる。そのため、人体から発せられた光や何らかのエネルギーによって、雨布が感光、変色して、画像が映し出された奇跡だと信じる人たちもいるし、現代科学をもってしても解明できない謎と見る人たちもいる。あるいは人類最古の写真で、写真は19世紀に入ってからの発明であるため、大パーツであると考える人たちもいる。また映し出された遺体の損傷箇所や布に付着した血液は、福音書におけるイエスの記述と一致している。血液型は AB 型である。付着している血のりの膜を除去すると、下は白で、変色が全く見られなかった。そのため、血痕が先につき、その後人物像が写し取られたものと考えられている。古いものであるにもかかわらず血痕が鮮やかな赤色をしているのは、聖骸譜の人のようにひどい打撲や虐待を受けた場合、赤血球が破られ、赤い色素が血の循環に入るかららしい。聖骸譜に付着した花粉を調べたところ、視界特有の植物の花粉が検出されている。また、聖骸譜から抽出された様々な DNA を鑑定した結果、19種類の植物の DNA と14人種の DNA が確認されている。この布が歴史に登場するのは1353年だが、一説にはもっと古く、キリストの時代まで遡れるという話もある。炭素14法による年代測定の結果、聖骸譜は1260年から1390年までの産物であると判定された。しかし聖骸譜は様々な年代の人の手垢や手汗で汚れており、それが年代測定結果に悪影響を及ぼしているという批判もある。向かって右側の脇腹あたりにかなり大きな血痕がある。この血痕は兵士の一人がイエスの脇腹を槍で突いたという聖書の記述を反映している。槍はその兵士の名前を取って、ロンギヌスの槍と呼ばれているのはつとに有名だ。福音書にはロンギヌスがどっちの脇腹を刺したのかという記述はないが、後の絵画や彫刻などの美術作品が共通して右の脇腹に刺し傷を表現していることから、右の脇腹を突き刺したということが定説になっているようだ。つまり、向かって右側がこの画像の人物にとっても右になるということになる。一人の人物と向かい合ったとき、現実世界では、向かって右側は、その人物にとっては左側であるのだが、この像は鏡に映った自分の姿と同様に、現実世界とは左右逆になっている。つまりネガ状に像が写し取られたというのはそういうことなのであり、これは、遺体にかぶせられた布の、遺体と接していた面に像が写し取られた、ということを示している。そのことが事実であることは、人物が写し取られた面の血痕が色濃く鮮明であることからもわかる。つまり、像が写し取られた面が、直接遺体に触れていたのである。また、元来凹凸のあるものは、飛び出た部分は光がよく当たり白く、凹んだ部分は影になり暗く見えるが、聖骸譜の人物像はその逆で、鼻や微上球などの出っ張り部分が色濃く、眼下などの凹んだ部分が逆に白くなっている。実際色彩を反転させると、モノクローム写真のような像が現れる。このことも、ネガ状と言われるゆえんである。絵筆で描かれた痕跡がない。また人物像が着色によるものではなく、
酸化や脱水によって生じた布の繊維の変色によるものだという見解は、1978年の顕微鏡による目視での検証によるものらしい。というのも、そのような結論に至った調査が、顕微鏡によるもの以外、他に何も明示されていないからだ。しかも顕微鏡で見た結果、どのような理由で、それが酸化や脱水によって生じた繊維の変色だと断定したのかも不明だ。だから、例えば変色部分から粘着テープなどで繊維のサンプルを採取して、詳細に成分分析をしたというようなことももちろんやっていないようだ。F での痕跡は、拡大すればわかるだろう。しかし変色についてはどうだろうか。顕微鏡で拡大してみれば、布の繊維に粒子が付着してないのは、すぐにわかるだろうから、顔料が使用されていないという証拠にはなるだろう。しかし染料の場合はどうだろうか。ご存知の通り、染料は繊維と分子的に結合して色をつける。つまり繊維そのものが変色するのだ。あるいは油脂類の場合はどうだろうか。油脂類は繊維をコーティングして、経年変化によって自らが酸化、変色する。こうなると顕微鏡で拡大してみただけで果たして、本当に染料や油脂類による着色が行われていないと断定できるものなのだろうか。そこで証拠として取り沙汰されたのが、おそらくは映し出された人物像の表層性なのだろう。裏に染み出しが見られず、表層の数ミクロンのところに人物像がとどまっていることから、染み込みやすい液体状のもの、つまり染料や油脂類を使ったはずがないという推測がなされたのだろう。実際、裏面には血液の染み出しは見られるが、人物像は透けて見えることさえない。しかし、表層性だけでは着色していない証拠とはならない。例えばこれは、魚拓と同じ直接拓という技法で取った象の置物の拓本だ。象の置物に直接墨汁を薄く塗って、少し時間を置いて生乾きの状態にしてから布に写し取ったものだ。布は綿 100% のものを使っている。アマとは植物の種類も質感も違うが、繊維は同じセルロースだ。そして見てわかるように、墨が裏に滲み出ていない。墨の量が少なく、また生乾きの状態で粘度が高いため、裏まで染み出さないのだ。墨はススを使っているので、染料よりは顔料に近いと思われるが、要は水分量の問題なので、生乾き状態にして粘度を高めた染料でも同様の結果が得られるだろうし、油脂類も同様に、粘度と量が染み出しの有無の要件になるだろう。実際墨の場合でも水分量が多く、粘度が低いと簡単に裏に染み出す。そして考えてみれば、インドから中近東、北アフリカにかけての広い地域ではヘナという天然染料が自生している。青外符の人物像の色味はヘナの色に似ている。ヘナの粉末を水に溶いて、不純物をこし取るなどして色素成分を抽出してに皮と混ぜて墨汁のような状態にすれば、裏に滲み出ない染料を作ることは可能だろう。2011年から2014年にかけて、パドバ大学を中心に青外符に付着する様々な DNA を抽出し、鑑定が行われた。検査対象は、1978年の科学調査に際して布の裏面から採取した細かい繊維、血痕の断片と花粉、また1988年の炭素14法による年代測定の際に使用した繊維の余りである。結果、次のようなことが分かった。1、19種類の植物の DNA と14人種の DNA が確認された。2、布は南インド原産のアマを使っている。3、14の人種のうち、インド、中近東、トルコ、エルサレムの順で多く、西洋人の DNA は一番少なく、わずか 1% と 7% だった。これは青外符が様々な地域の人種の手を経て、最終的にヨーロッパに来たということを意味する。肝心の血痕の人物がどこの人種だったのかということが公表されていない。血痕の断片を調査した以上、血痕とそこから検出された DNA との紐付けが行われて叱るべきであり、当然、その DNA がどの人種のものであったかも特定できているはずなのだが、そのことには特に触れられていない。これは非常に不可解と言わざるを得ない。
もし結婚からユダヤ人特有のハプログループの検出が見られたら、重要な証拠として堂々と公表していたのではないだろうか。ちなみに検査対象はミトコンドリア DNA である。ミトコンドリア DNA は常に母親のみに由来するため、性別の判定ができない。なぜ検査対象にミトコンドリア DNA が選ばれたのかは不明。逆に言えば、性別がはっきりわかる核 DNA をなぜ検査対象に選ばなかったのか疑問が残る。個人的には結婚の主は女性の可能性も考えられるのではないかと思っている。というのも、経血は健康なものだと鮮やかな赤色らしいからだ。また、以下に述べる理由から、遺体が発光あるいは何らかのエネルギーの照射によって、布が感光、変色し、像が映し出されたという奇跡も否定される。例えば、こんな顔をした人がいたとする。これは、その人の顔を真上から見た図、そして遺体を安置する場合、仰向けに人を寝かせるため、かぶせられた布と人との関係は必然的に図のようになる。布は顔に覆いかぶさって、左右の側面に沿って垂れ下がる。この状態で遺体から光や何らかのエネルギーが照射され、布が感光、変色したとすると、布には顔の正面と両側面が映し出され、そしてその布を広げれば、映し出された顔は図のようになるはずだ。顔の正面と両側面が同じ一枚の布に映し出されるため、布に焼き付けられた顔はパノラマ状の横広のものになるのが道理だ。もちろん体についても同じことが言える。しかし、正外譜に映し出された人の姿は顔も体も正面から捉えたものになっている。奇跡にしてもあまりに都合が良すぎるのだ。そしてもし正外譜のように人を正面から捉えた像を布面に写そうとするなら、四角い枠や直接壁などに端を固定してピンと張ったキャンバス状の布を人と平行に配置し、そこに人物像を写し、観光させなければならないはずだ。逆に言えばそこまで段取りをしなければならないわけで、そこに明らかな人の意図の介在を感じる。しかし意図的に誰かが仕組んだこととして、そんな技術が古い時代にあったのかということが問題になる。少なくとも、小さい穴を通った光が壁などに当たって像を結ぶことはかなり古くから知られていた、いわゆるピンホールカメラだ。例えば中国では牧師にその現象の記述が見られる。牧師は BC5 世紀後半から BC122 年の活動の間に蓄積されていった書物らしいが、いずれにせよ成立は紀元前ということになる。また、アリストテレスが創始したペリパトス派によってまとめられた問題集にも、小さな穴を通った太陽の光がその穴の形に関わりなく、常に太陽自身の姿を映し出すことが記されている。また私自身、今までの人生で2度、小さな穴を通った光が壁や段ボール箱内の内面に当たって像を結ぶのを偶然に目撃している。この現象自体、さほど珍しくはない自然現象なので、経験的に人はかなりの古い段階からこの現象を知っていたことは想像に難くない。しかし像を写すことができたとして、それをどうやって布面に定着させるのか、どのような観光剤を布に塗って観光させたのかが問題になる。正外譜イコール最古の写真説を支持する人たちの間では、ニクロム酸と卵白を使ったという説が挙げられているようだが、果たしてそれは事実たり得るのであろうか。科学の歴史に明るくないので断定はできないのだが、ニクロム酸は観光剤や川なめしやリトグラフなどに使用されるようになったのは19世紀に入ってからで、中世以前に使われていた、あるいはその存在が知られていたという記録を見つけることはできなかった。ということは、もしこれが写真のネガなら、その時代にあったはずがない場違いな歴史的遺物、すなわちオーパーツということになるのかもしれないが、写真のネガであるという証拠もまたない。写真の技術を使用することなく、近代以前の非常に簡単な方法によって、ネガ状のものを作ることはできる。その方法とは、すでに、岩寛一の章で述べた、直接拓という拓本の技法の一つだ。そして墨の使い方を工夫すれば、生地の裏に墨がにじむこともなく、写し取った画像は布の表層にとどまる。しかも、対象に直接墨を塗って、
向かい合った面に対象を映し取るので、鏡に映った自分の姿と同様に左右逆になる。さらに言えば、自然な陰影が、出っ張ったところは光が強く当たるため白く見え、へこんだところは影になって暗く見えるのに対して、拓本はその逆で、出っ張ったところはよく墨がつくために黒く、へこんだところは墨がつきにくいため白くなる。いくつかの拓本を例に示し、試しに白黒反転してみれば、拓本がネガ状であるという意味が理解できるだろう。以上のように、正外符のようなネガ状の画像を写し取るのには直接拓という技法を用いるのが最も簡単で、最も現実的な解決策であることがわかる。しかし、生身の人間や彫刻のように立体的で凹凸が多いものには、この手法は向かない。理由は、奇跡でない決定的な証拠の章で述べたのとほぼ同じだ。再び、例の人に登場してもらって説明していこう。この人物の顔の前面に墨を塗って布に写し取ると、顔の両側面や凹凸を一枚の平面の布に写し取るため、パノラマ状の幅広のものになってしまう。かといって、写し取る範囲を限定して、側頭部などは除いて、なるべく、顔の正面だけに墨を塗って、写し取るようにしても、例えば、鼻は、その両線だけでなくその両側面も同じ平面に写し取られるので、幅広の潰れた鼻になってしまう。鼻の高いコーカソイドにあってはなおさらだろう。そういうわけで、どうあがいても、現物よりも幅広の顔になってしまう。となると綺麗に写し取れるのはローレリーフのような平面的に表現されたものに限る。参考までにローレリーフの拓本の例を見てみよう。このように見ていくと、正外符もローレリーフを元に取られた拓本のように見えてくる。まず、正外符が広く考えられているような奇跡の産物ではありえないことはすでに述べた。となると、ピンホールカメラを使ってイエスの遺体を撮影したという選択肢が残るが、技術的な問題が残る上、それが可能であったとしても、尊敬する死の遺体、しかもひどく傷ついた全裸の姿を大掛かりな装置を使って撮影するというような不謹慎な真似を弟子たちがしたとはちょっと考えにくい。ということでこの選択肢も現実的な回とは言えない。また、イエスの体に塗られた香油が直接拓のように布面に付着して、経年変化によって酸化、変色して、イエスの姿が浮き上がった可能性も考えた。この場合、ただ重力に任せ、かぶせた布の重さだけで、あれだけはっきりとそれとわかる人の姿が写し取れたとは考えにくい。むしろ積極的に、あるいは明確ないと思って遺体を覆った布を、上から手でまんべんなく押し付け、さするなどして、全身についた油を余すところなく、写し取ってやる必要があったはずだ。しかしそこまでやったとしても、写し取られた姿は、前章ですでに述べたように、顔や体の凹凸を反映して幅広のものとなり、正外符のものとは似ても似つかないものとなってしまったことだろう。また柔らかい毛髪をあれだけ綺麗に写し取ることができたかどうかも疑問に残るところだ。ということでこの選択肢も可能性がないと言わざるを得ない。以上のように、イエス本人の遺体を写し取るための様々な可能性を考えたが、どれも否定的な結論に至ってしまう。ということで写し取られた人物がイエス本人だった可能性は低いと言わざるを得ない。一般的にトリノの正外符は様々な科学的な調査を経てきたとされるが、ここまで見てきたところ、どの検証も不十分だという印象を受けた。傍から見ていて歯がゆいというか、意図的に核心部分を避けているような検証ばかりで、なんとも釈然としない。だから、現段階では、奇跡や現代の科学でも解明できない謎と呼ぶのは、時期尚早と言える。少なくとも、そう検伝していいのは、人物像が浮き出た変色部分の繊維を採取して、詳細に成分を分析した結果が、自分たちの主張に沿ったものであった場合だけだろう。その上で、さらに結婚の核 DNA を鑑定して性別や人種を特定してくれたら、我々の知的好奇心はより満たされる。ただし、これまで見てきたように、それらの検証を経てもなお、正外符が奇跡、イエス本人であることが示される可能性は低いと思われる。その上で、トリノの正外符とは何なのかという問いに対して、
最もありえそうな現実的な解を一つ提示してこの動画を終わりたいと思う。トリノの聖骸符はキリストの受難の姿を表したローレリーフをもとにヘナなどの天然染料を墨の代わりに用いて撮られた拓本である。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録をお願いいたします。